今日は前回の続きで名古屋生まれの私が大阪を旅行しています。はい、ということで大阪2日目になりました。今日は特に午前中は何も予定がないので、私ね、大阪の土地感覚が全くないんですよ。なのでひたすら歩いてどの駅がどういう街なのかっていうのを見てみたいなと思います。あと夜はスピッツのライブに行きます。本当に楽しみ。天気は曇ってて、もしかしたら雨が降るかもっていう予報なんですけれど、とりあえず歩けるところまで歩きまくりたいと思います。行ってきます。今日は大好きなスピッツに会えるので一番のお気に入りの服を着てく。まず向かったのは今日のライブが行われるゼップナンバーの会場の下見に行こうと思います。わかってる。会場の下見ってアーティストがやるものであってお客さんがやるものじゃないよね。ただ私は朝から会場を見ることでテンションをぶち上げたいんです。あと単純にライブ直前に道がわからなくて遅れちゃうのを防ぎたい。ここでクイズです。日本の学校、特に小学校、中学校はこういったネットに囲われていることが多いです。一体なぜでしょう？答えは野球のボールが郊外に行かないため。日本で野球はとても人気のスポーツです。まだスタッフが誰一人到着してない早朝に会場に着いた私。初めてゼップナンバーに来たんだけど、思ってたより会場が小さくてびっくり。ということはすごく近くでスピッツが見られるかも。ワクワク。今日は夕方までほぼノープランだから、まずはナンバパークスっていう大きい商業施設に行ってみる。朝早すぎてお店全然やってなかった。じゃあまずは朝ごはんを探しに行こう。美味しそうなパン屋を見つけたので入ってみる。駅構内にあるセルフサービスのこのお店、パンは個包装もしてあるからそのまま会社に持っていくのもあり。たくさんあって選ぶのが大変だったけど、最終的に選んだのはこのミルクカラメルパン。そういえば朝ごはんはパン派かご飯派かってよく議論になるよね。そんなに平和な話題で議論ができるってなんかすごくいい。私は極めて過激なパン派。ナンバーパークスって確かに建物の中は商業施設なんだけど、外にはこういった緑がたくさんあることに気づいた。あの下が今私が歩いてきたところ。そしてこの2階にもまた緑があって、まさに都会のオアシスを具現化したような場所。こういう並々な形の特徴的な建物、どっかで見たなぁと思ったけど思い出した。スペインのバルセロナで見たガウディの建物だ。建物が波打っていてまるで命が吹き込まれてるみたいとか適当なこと言うと建築に詳しい人に怒られるかもしれないけど、見てこのギリシャから持ってきたみたいな円形劇場。
こんな都会のど真ん中にこんなに文化的な施設があるなんて。ギリシャ在住になってからギリシャっぽいものに目が行くようになっちゃったんだけど、中でも特に円形劇場は大好き。ロマンがあって、当時の人はどういう生活をしてたのかなってすごく考えさせられる。客席に座ってみたり、逆に舞台に立って当時の俳優が見ていた景色を見たりって15分は楽しめる。本当はこんなにたくさんのお店が入ってるんだけど、朝早すぎてどこも開いてない。でも私には都会のオアシスの方が魅力的かな。急に工事現場の絵になってびっくりしたよね。でも工事現場を上から眺められるってすごく貴重じゃない？子供が遊べるスペースもあるの。子連れにはありがたい。やっぱりいくら緑があったとしてもナンバーは都会。高い建物がたくさんあって本当の緑が恋しくなりそう。レストランだけでこんなにたくさん。迷ってたら日が暮れそう。また突然ギリシャが現れた。ここはモン・サン・ミッシェルっていう結婚式場なんだって。あれ、モン・サン・ミッシェルってフランスの建物じゃなかったっけ？さて、今からは道頓堀へ向かいます。あらまあ、難波の駅にもこんなに立派なコリント式の柱がずらーり。こっちもよーく見ると柱がドーリア式になってる。本日4度目のギリシャ。こういうテラス席がある店、すっごく行きたくなる。都会では珍しいよね。ここは近鉄の難波駅。ここから名古屋だったり神戸だったりに行けるんだね。私の大阪の印象は穴が開いたビルが多い。梅田スカイビルしかり。穴が開いてないと風でビルが倒れちゃうとでも言いたいの？この劇場の外観にはなんとイオニア式の柱が。今日だけで3台柱を制覇できるなんて。しかも日本で。道頓堀到着。道頓堀は大阪で一番の観光地って言えるぐらい、いつ来ても人がたくさん。道頓堀から人がいなくなったなんて言ったら、それはもうミステリー小説の書き出しの一文みたい。レストラン、カフェ、服、コスメ、本当に何でもあるから、フランスでいうところのシャンゼリーゼ通りって言っても過言じゃない。このたくさんある看板は夜になるとライトアップされるから、夜に来るのもおすすめ。
早送りだったけど見てもらったみたいにすごく長い歩行者天国が続いてて、歩いてるだけでも楽しい。美味しいお店かどうかを見極める方法の一つに、人が並んでるかどうかっていうのがあるよね。行列があるとそれだけでなんか美味しそうなお店に見えたりして、同調圧力の延長線かもしれないけど、確かに行き慣れない土地で美味しいお店を見つけるのって難しい。その点ギリシャだと行列ってあんまり見ないな。お店に着いた時点で入れないってなったら、じゃあ他の近くの店に行こうかってなることがよくあるかも。このお店に私が昨日どうしても食べたかった鴨うどんがあったけど、一人で入る勇気はない。この細道ではちょっとした大阪の歴史が学べる展示があって興味深かった。昭和の雰囲気があって妙に引き込まれる魅力があったんだけど、ただ一点、英語での表示もあるといいなと思った。外国からのお客さんも増えてるから、私も海外に遊びに行くと英語の表示があれば何を書いてるかわかるのになって思う時があるし。最後まで動画をご覧くださってありがとうございました。次回も孤高の大阪散歩が続きます。お楽しみに。